ごいわ。どんな何日間を過ごしましたか？もうがっつり普通のきつい練習を今日やりましたね。今のいい感覚を体から抜かないようにもうすぐ練習しようと思って。 MMA ファイターは多分ほぼみんな金谷さん勝つっていう予想が多かったんじゃないですかね。まあ生き残るか生き残らないかじゃないですか。前回負けてもう一回やろうと決めた中で長く続けられる競技でもないし、その辺は覚悟を持って。日本総合格闘技会影の番長にもタイムリミットは迫っています。王者鈴木千尋の打撃の猛攻を受け1ラウンドマットに沈みました。そして控え室に戻ると息子が泣いていた。真剣にやる大事さっていうのを、そういうのも伝えてあげたいなって。だからもう一度金原正則、愛のままにわがままにヤーマン。みんな俺が MMA できないと思って見返してやるぞみたいな気持ちで入場しましたね。国民的アイドルグループ元メンバーとの熱愛写真流出。今は本当にいちこだけ俺のメンバーです。言い訳に走る必死のヤーマン。付き合った理由か。交際していたことを認めたアイドル。全列予定入るかも。予定入る。ずれない態度で惑わす六本木のキャバ嬢。新たな登場人物の出現で物語は急展開を迎えている。恋も試合も勇者であれ。突き進めば望みは叶う。立ち止まらない、振り返らない、やるべきことをやるだけさ。フェザー級マッチを行います。来てる。会場沸きましたね。赤く107。なんかどんどん可愛くなってきますね。男かな。男できたんですか？そういうことか。長男さんから言われてたことはもうとりあえずその寝かされないように、あとは低くですね。低く入れ低く入れ、シンプルです。さあ第1ラウンドが始まります。イエローのトランクスがそうおなじみ金原正則です。そして薄い緑色のトランクスがヤーマンです。右、これがある。キックを入れ返すとテイクダウン、倒し切った。しかしロック屋に握るヤーマン、まだ左手ついている。一発目入ったっすね。ここタックル来ると思ったんですよ今。金原さんが一回下入ってくるフェイントしたんでやばいと思って反応はできてたんですよね。もっとクリーンテイクダウンできるかと思ったのに思ったより反応されちゃったな。立ち上がれるか。そうですね、立ってくるんで、これは立ってくる前提で、立たれてももう一回行くよ、もう一回行くよ。倒されていいポジション取られたらやっぱそれは難しいんで、本当倒されないことに力を使ってました。トライブの長男寮立ち上がる。離れられるか。離さない、逃さない、逃がさない。分かれなかったですね。すごいですねこれは。ラスト30だ、ラスト30、ラスト30。肩固め決めてくるのは肩固めだけだろうみたいな。だから肩固めのこう逃げとかはすごいやってましたね。自分のこと知り尽くしてる長男がいたし、これやろうと思って。無理に抜けようとしたら逆に決められるなと思ってたんで、ドロドロのスタミナ勝負の試合になるかと思ってたんで、金原さんに使わせて3ラウンド勝負すればいいやと思って。完全に金原がヤーマンの光を消した第1ラウンド。左フック当たれば倒せる。そうですね、これは危険だな、危ない。やはり金原にとっても怖い相手、一発があります。見ました？あの膝、あれで勝ってたはずなんですけどね。聞いたでしょ？聞いてはないです。なんかその頭を下に下げるフェイントを入れて、そこに膝が入ったみたいな、来るっていうのは分かったっすね。見えてたら別に効かないんで。お
起こそうとするとこうなりますよね。はい、顔が低いんで顔で相手の体をコントロールして、こっからずっと金原さんタイムですね。力使わせようとは思ってました。2ラウンドで使い切ったわあれ。いや2ラウンド追いすぎて疲れちゃった。腰を張りながらもう残り時間ないというところで肘でした。疲れる試合ですね。もう一回頑張れ。これで勝てる。あと5分頑張ら長男さんから倒してこいって言われてやっていきますっていう会話をしたのは覚えてますね。髪型どうなんだろ髪型ですか育毛中なんで。うな。あ、諦めてないんだ。諦めてないですよ。試合も恋も髪も諦めたらそこで終わりだと思うんで。最終ラウンドまでもつれてきました。わからないですよ。3ラウンド目勝った状態でのノーモーションなんで、左下げていく後ろ腰カウンター腰を張ってスクロール防いだ。金原さんが全然力入ってなかったんで。ここでもう終わらされると思ったんですけど、金原さんもしぶとかったっすねここ。ここも切る。金原は疲れる。このタックル切ったところで結構心折れたなって。よし疲れたと思ってもう今行くしかないっていうなんか嗅覚が働いたというか。金原さん勝って帰るんだぞ。金原さん勝って帰るんだぞ。自分の中で、負けたと思ったらやめよう。最後自分が普通に競り負けたなって感じだったんで勝たせる。思い残すことはないです。分からない。これ完全に第3ラウンドに入ってヤーマンがこれ前に出る時間が長くなっています。組ませません。タックルも切っています。アッパーこれも切った。アッパーこれも切った。アッパーこれも切った。終わった瞬間に全身の力抜けて本当に限界を超えてたというか、試合終わった瞬間もう込み上げてきて胃液が。俺に惚れてんのかなって思っちゃいますね。あ、ミスさん。いや嬉しいですね。ちょっとこの先なんかありますかね。ねえよ。ないですか。やめるいやまあ強えよ。頑張って上行けよ。おっす。ありがとうございます。おっす、ありがとうございました。格闘技デビューして20年ちょい子供たちにも頑張れる姿を見せたと思ってるんで、今日このもって、格闘家金原正則引退したいと思います。皆さん長い間ご声援ありがとうございました。金原正則からヤーマンへ一つバトンが渡された瞬間でもあります。負けたの悲しいけど、父ちゃんなりにも頑張ってた。いやもういいよ、悔いない。最後もう一回頑張れたし、もう満足です。また所秀を託します。ちょっと一回休んで。頭おかしいんじゃない。
最後ライビジンに戻ってきて42歳まで格闘技やらせてもらえたんで、そこは本当感謝ですよね。指導者としてね、 MMA は最高だよと、楽しいよっていうのを伝えていきたいなっていうふうに思っております。指導者として戻ってくることを夢見て老後を楽しむだけです。お店で自己紹介しましょう。ちょっとそうそうプライベートでもいいんじゃないですかね。ありがとうございました。いやマジもう100限界超えました。対策しやがって俺の仕事だからこれが MMA で勝つだと思うんで、世間のみんなも認めてくれる試合内容で勝つと思うんで、今日は100点でしょう。おい千尋、お前俺と殴り合って勝てんのかよ。みんな見たくないですか。 100% どっちかが倒れる試合になるじゃないですか。で俺の台風なのか千尋の稲妻どっちが強いんだっていう、千尋とやってシェードライフ行きたいっすよね。一発で終わらせられるやつじゃないと勝てないと思うんで、恋も試合も勇者であれヤーマン。試合ができないよりはマシだったんで、試合ができてよかったですね。最も危険な相手ダウトベックに勝てばタイトルマッチも見えたはずです。ところがリングで待っているのは想定外の相手、規定列赤田幸輝。何もさせずに圧倒したいですね。一発も触れさせずレベルで。日本総合格闘技界の期待の星19歳秋元京馬です。調子はめっちゃいいですね。気まずくとかないですか。全然ないっすね。むしろなんかもう逆に開き直って今集中してるって感じなんで。過剰ないじりという名のいじめか、恩知らずの裏切りか、平本蓮のブラックローズを飛び出し朝倉未来のブレイキングダウンへ、掟破りの無法者、彼の名は赤田幸輝。さあその姿ロックオンしていたのが平本蓮です。15メートル先に左にそう平本待っています。視線は交錯しませんでした。どっち応援とかありますか。株式会社ドラゴンホールディングス様合同会社クリアスカイ。さあ何かを起こすか赤田、対するは19歳秋元京馬。当初のダウトベック戦全く色合いが違う戦いになりました。さあ第1ラウンドが始まりました。画面向かって右長身が秋元京馬19歳、左振ってきた、届かない。本当に腹を起こせると思ってたから、リッペじゃなくて本当に俺を起こそうと思ってて、打撃戦付き合ってくれたら俺にも勝機あるのかなって思ってて、なんか集中できてなかったなっていうのは画面とか映ってたのを見ちゃったり、それは俺のミスです。さあテイクダウンが来ました。首抱えながらさあ前潰しに行きます。後ろでクラッチした。さあ川尻さん、どこを見てますか。いやしっかり対応してますよね。しっかり重心下げて、さあ作り直し。膝効いたぞ、膝効いたぞ。首混ぜながら首にも意識生かして打撃もっていうプランだったんですけど、で、下に意識いったんで一回ちょっとスタンドやりたいなと思って下のフェイント入れてたんでだいぶ当たってたっすね。感触あったっす。キックのチャンピオンの人とかと何回かやらせてもらったりもしてたんで自信があるっすね、打撃に関しては。ポン入れたんじゃなくて目なぐらい当たっちゃって相手にバレたくないって思っちゃって、もうそこでちょっと意識ちょっとそれちゃってて、いやコンパクト。本当にキック流れたところ決タカウンターのタックル、ケツしたタックルから身を取りそうだ。僕得意なんですよ意外と。寝技見せたいねっていうあれだったんですよ。今日は取っていいぞ、取れるぞそれ。意外とこれがなんか結構きて、うわこれ効くなと思ってちょっと首浮いた瞬間に入っちゃってて、いやクルーザー入った。当初はダウトベックが対戦
て大きく毛色の変わった戦い。リアルインギットチョークであっさりと赤田浩樹を切って落とした。フィニッシュシーン見る間もなく後にしたのは平本蓮でした。そうそう勝つまでやりましょう。絶対勝てる。いや悔しいですね。やっぱ良くも悪くも見られてたんで、俺はみんな見返したかったんですけど、試合でもう笑われてもしょうがないから、最後には俺が勝つです。最後には俺が笑う。いやでも3戦3敗はもう使ってもらえない。試合成立させてくれた赤田選手、本当にありがとうございます。次いつまでもみくるさんに執着して、萩原選手、萩原選手、おお上がってきた。おお次やるよ、遊んじゃうぞ。このザコを相手するんでお願いします。うわ危ない危ない。タコはザコ、お次やるよ。早く降りろ、ザコ。降りろ。舐めてるわ。ほんま鼻伸びてるからそれぶち折りますよ。おいなんだよお前、いつまで怒ってんだよてめえ、ザコ。いやー萩原熱くなっちゃってたっすね。顔がいいっすね。相手なんないっすよ萩原さん。名前出さないから。スーパーライジンって結構バンクラス系が多いんで、それが不安要素だったんですけど、いい形で勝てて安心しました。全然強いデアドベック選手やりたいですけど、できないんだったらそうですね、遊んであげてもいいかな。嫌いなんで準備運動って次やるよ。遊んじゃうぞお前。おいなおいな。遊んでるぞ。全然今日試合ですけど、今どんな気？心配とでももう嬉しいなそれがの試合も大事けど、でももう朝からもっともう大事ですね。これがスーパーライジンとかみんなもうメインイベントだったらみんないいの試合待ってね。もう一個の緊張はなんで前の試合で、ちょっと負ける間違いてないですやりたいな。それ頑張りますかな。アグレッシブだったのはオレンジですね。1ラウンド目は荻野さんが取ってた気がするんですけど、テイクしてなんかしました。まだまだ時間あるんで穏やかに過ごしてますけど、まあもうちょっと近づいてきたら気合い入れていこうかな。ずっとクレベルを見続けて4年経過したわけじゃなくて、いろんな対戦相手とかがありつつ、まあ、勝ったり負けたりしつつこうなんとか続けてきた格闘技ですけど、総合的に成長したんで4年前とは違う展開になると思うんですけど、そこが楽しみですね。まあ俺という朝倉未来という一冊の本の伏線回収かなと思ってます。観衆およそ4万人を飲み込んだスタジアムモードの聖地、埼玉スーパーアリーナ。2021年6月、コロナ禍の中注目を浴びたライジン初の東京ドーム大会。全国に生中継されていたリング上で男は頂点の定まらない顔を晒しました。あの日から今日までの4年でたびたび口にしてきたのは、クレベルとやりたい、クレベルにやり返さないといけないという言葉の数々でした。蘇った今だからこそ、男には喧嘩をしなければならない過去がある。朝倉未来が自身の意識と光を奪い取ったあの男に再び戦いを挑みに行きます。このリマッチは己の誇りと王座を奪い返しに行くための戦い。4年前はタップしなかった朝倉未来の今度は心をタップさせる。
タイトル戦線再浮上へ復讐の鬼人と化したクレベル小池がリング上で待つ朝倉未来を返り討ちにします。さあ4年ぶりの再登張り詰めた緊張感、両者の火花が散るリング上。さあ4年ぶりの再戦の時を迎えました。さて高坂さん、まずは朝倉未来の方からプレッシャーをかけていこうとしてますね。そうですね、プレッシャーをかけないと逆に組まれてしまうんで、なるほど。もう圧かけようかなと思ってました。クレベルタック入ってくるのはやっぱこっちがコーナーに抑え込まれた時だけなんで、とはいえなんかね蹴りがうまいですよね。前蹴りみたいなうまいこと使ってなかった。使ってましたね。蹴りが結構鬱陶しいっていうか踏み込みづらいんですよね。本当に元のプランがね、最初がもうなんか1回戦やった時が同じぐらいの打撃がやって、チャンスにあればもうグラウンドがいて、クラッチしています両腕。これは倒していきます。そうですね、顔を使って上を取りました。まだまだついてあれはもう僕の得意技ですね、スイープで。まだまだついてまあ任せてくださいよ。そして今はガードしないようにインサイドガード。おっと三角の入れ方とかはめっちゃ癖があって、まあとりあえず右の三角しか入れてないからクレベルが今の決め。全然大丈夫ですね。あれは高さつけてちゃんと外すっていうのをやってたんで、まあでも結構至難の技ですよ。分かってても決められるのはクレベルなんで。そんなの聞かないよと。音は実にコンビネーションブローを放っていきました朝倉。そして前蹴りも放っていきます。と漕いでいくと組みに来るんでね、前蹴りです。そしてフックに合わせてる。さっきと一緒ですよね。そうですね。なるほど。フックとか放った時にパッカッあれは想定してました。まあでも組まっても処理はできるなっていうのは想定してたんで。外掛けからそして倒していこうというところ。しかし上になったのは朝倉未来です。バック取ろうとしてる。後ろに回らせないためのこれオーバーフックっていう、まあこれがあれば背中に回れないんです。最初が1ラウンドがちょっとクレベル失敗したなと思います。投げてきてからすぐが上とかなんか決めとかそれでちょっと失敗してるから少しずつがねなんか桜の自信がちょっとが上がって、クレベルがちょっと疲れて。そうさせませんね朝倉選手。そうですね。左のはい。いいですね。さあワンツーストレートを放っていきました。あっという間に第1ラウンドは終わりました。組の処理がすごくいいからもう大丈夫。ラウンドマストだとしたら俺が取ったんじゃないかなって。全然組でやり合えるなと思ってました。そして前にいます。今度はクレベル小池の方が中央を取っている。cara gazinho do bibiterito negateiro defensa daqui. Ele pode, como eu falei, ele pode mentir pros outros que ele é bravo. Ele não é bravo, porque hoje ele foi fujão, hoje ele correu. Ele pode falar que ele é brigadeiro, que ele bate lá nos outros, mas em mim ele não veio de frente hoje. さあ前進していく朝倉未来、膝をつけました。そして下のポジションはクレベル小池。さあ立ち上がりました。そして朝倉おっと左のストレート。朝倉おっと左のストレート。本当体が疲れるので、あっと後ろに回り込んでって崩していきます。この3ラウンドではなんか2ラウンドが一番まずいですよね。そして上を取ったのは動かないから朝倉上からちょっとパウンドがやってフラッチを宣言通りの肘。今のはだからクレはちょっとここまでパンチをクロスガードから放っていきました。どうしようかなと思ってたら、やってきたこと全部だと大丈夫。未来選手は組ませない。このフックですよね。両腕クレベル小池。朝倉未来は移動しながらという形でありますが、後ろに
ここは朝倉未来倒れません。この腰の強さ、この腰の強さ。彼がちょっと MMA レベルアップメリットからでも守るいろいろでもそれだけそれだけレベルアップ間違いない。今仕掛けてきます。切れましたね。切れた。ここで切れました両者。ミックその後相手疲れてるぞ。マイケル出していきました。クレベルタンスボディロック前に崩す。引退してから柔術始めた時に寝技ってめっちゃ面白いなって思って、今までは自分の好きな練習だけやってたんですよね。そこでこうヤーマンとか平本とか、木野君に負けたのもそうだし、三角に入る癖は見抜いていた。あれなんかトータル的にやらないとダメだなってなって、なんか周りもあってこう自分にとってめっちゃいい時間だったなって思いますけどね。組み技頑張ろうって思えたんで、まあ本当良かったなと思います。ここからお互いに殴り合うのか、殴り合うのか。朝倉未来のパンチパウンド。上半身を起こして鉄槌だ。パウンド。そしてフェニスカサングラスの決着の時。判定の結果をお伝えします。ジャッジ松宮赤クレベル。まずはクレベル小池。赤クレベル。赤クレベル。ジャッジ豊永。青朝倉未来にも入りました。スプリット。青朝倉。ジャッジ石川。さあ運命の一票。青朝倉。もう信じられない、私負けない。朝倉何もやる今日。大キックなんでもダメージない。ライジンのルール何一番のポイント、オフェンス。自分でずっとオフェンス、carregar defensa daquiずっと苦手る。Se quiser marcar essa luta na rua, no Breaking Down, mês 9, qualquer lugar, eu luto com ele de novo. Até se quiser marcar amanhã, pode marcar que eu brigo com ele de novo, sem problema nenhum. Aí, Titi já. Marwariじゃない、Marwariじゃない。まだリベンジしたい。いつもでもいい、いつもでもいい。やったぞ。まあ最近勝ったり負けたりだったんですけど、諦めずに続けてたらいいことありますね。はい、年末また見に来てください。ありがとうございました。リベンジ達成とかいうよりは強い選手に勝って今の立ち位置がすごい上がったのが嬉しかったなっていう。あの頃のとかよく言われてましたけどね、今が過去最強ですよ。ランキング1位ですか今。チャンピオン狩りしました。チャンピオン狩り4人目。すごい。とにかくやっぱ黙々努力をしてきたっていう。そんなやってないですよ。片手間の YouTuber なんで。たまたまじゃないですか。あと注射の仮病2期はどこで何してるんですか。お前一回列並び直せよ。次ケラモフやろうぜ。フェザーカもと外国人帝国ですけど、
教えていただいているとやりようってありますか？てか俺しか戦えるやついないんじゃないですか。可能性がなんかあるのは鈴木千尋だとか平本だとか言ってますけど、多分俺だと思いますけどね。まあ見ててくださいよ。チャンピオン目指してるんで、はい。